サギの花 VS 多発性筋炎薬ゼロになるまで。前回卵巣脳腫の手術当日に大量のステロイドを点滴したことで、なんと普段の筋肉痛が1ミリもない無敵モードを経験した私。もしかして手術大成功で筋炎も治っちゃったなんて淡い期待を抱いたのもつかの間、今回はステロイドカバーの減量と退院、職場復帰までのリアルな2週間、そして筋炎の指標である CPK 値がどう変化したのかについてお話しします。ぜひ最後までご覧ください。嵐のような手術当日が明け、術後1日目の朝、お腹の傷の痛みでよく眠れない夜でしたが、熱が出ることもなく、朝から出された病院食も普通に8割くらいもりもり食べられました。この日、先生から手術のレポートをいただいたのですが、そこには驚きの数字が。手術時間79分、そして出血量はなんとたったの10ミリリットル。さすが腹腔鏡手術、出血がめちゃくちゃ少ないです。これなら貧血の心配もなく、手術のストレスも最小限で済んだんだろうなと安心しました。そしてこの日の朝食前、今後の指標にするための採血も行ったのですが、夕方、筋炎患者の私にとって信じられないデータが飛び込んできました。なんと筋肉のダメージの程度を示す指標 CPK 値が術前よりも下がっていたんです。術前 CPK795、術後 CPK595。これを見た瞬間、やっぱり卵巣脳腫を取ったから、ここからどんどん CPK が下がっていくんじゃない?と私の期待は最高潮に跳ね上がりました。ですが、話はそう単純ではありませんでした。午前中にステロイドカバーの減量プロセスが始まり、昨日の超無敵量、プレドニン換算で 50mg から、今日は計 15mg の点滴へと一気に薬が減らされていたんです。すると夜になるにつれて、やっぱり帰ってきました。いつもの筋肉痛です。いやいや、データ、CPK 値は嘘つかないはず。でもこの筋肉痛は一体何?下がった数値への期待と、じわじわ戻ってくる痛みの間で、心の中の私は大混乱。手放しでは喜べない、なんとも複雑な術後1日目の夜でした。術後2日目。腹腔鏡の回復スピードは本当に凄まじくて、歩き方は見た目も普通レベルに。そしてこの日からステロイドが点滴ではなく、元の飲み薬、朝 5mg、夜 2.5mg の計 7.5mg に戻りました。あと2日間で完全に元の 5mg に減らしていくスケジュールです。術後の回復は順調そのもの。なんですが、私の心の中はここから不安でいっぱいになります。なぜなら、戻ってきた筋肉痛の痛みが、手術前よりも明らかにひどくなっている気がしたから。CPK 値のデータはあんなに良かったのに、なんでこんなに痛いの?卵巣脳腫を取って逆に悪化しちゃったの?ステロイドの量がドカンと減って効果が切れてきたからなのか、手術のストレスのせいなのかはわかりません。でも考え込んでも仕方ない。今は手術直後だし気にしないようにしようと不安を振り払うように自分に言い聞かせていました。そして術後3日目。良好な経過ということで予定通り退院の日を迎えました。ちなみにアメリカでは卵巣脳腫の腹腔鏡手術は日帰りで行われることも多いそうです。私自身は術後の回復も順調で体力的には意外と元気だったんですが、ステロイドカバーの管理などがあったので、この術後3日目で退院というのが安心して我が家に帰れるちょうどいい期間でした。職場にはあらかじめ2週間のお休みをいただいていたので、退院後は映画に行ったり、姪っ子と遊んだりして無理のない範囲でお休みを満喫しました。復帰の日が近づく頃には、手術の傷の痛みは完全にゼロになり、筋炎という持病を抱えながらも、大きなトラブルなく予定通りに職場復帰を果たすことができました。
さあ、ここからがいよいよ本番です。お腹の傷の痛みも治り、仕事に戻った私。となれば、次に気になるのはやっぱりあの数値ですよね。卵巣脳腫を取って私の筋炎はどうなったのか。運命の定期診察へと向かいます。職場復帰からほどなくした頃、いつも筋炎を見てもらっている膠原病科での術後初の定期診察の日がやってきました。無事に手術終わりました、と先生に報告し、心の中では、手術の効果が出て CPK 値が劇的に下がってるといいなぁ、なんてワクワクしながら血液検査の結果を待っていました。ですが、返ってきた数字を見て、私は、嘘でしょ、なんでと文字通り凍りつきました。手術前の CPK795。術後2週間の CPK811。下がっているどころか、わずかではありますが、むしろ上がっていたんです。術後1日目の595という数字は、やっぱり卵巣脳腫を取った効果ではなく、ただのステロイドカバー、大量投与が見せた幻だったのか。せっかく痛い思いをして手術をしたのに、と一気にテンションは下がり、目の前が真っ暗になりました。花さん、今はまだ手術したばかりだからね。もしこの筋炎の引き金が卵巣脳腫だったとしても、取り除いてすぐに免疫の暴走がゼロになるわけじゃないんだよ。体の中が落ち着くまで、あと2、3ヶ月は様子を見ていいと思うな。その言葉を聞いて、そっか、まだ手術した傷だって修復中だし、効果が出るにはタイムラグがあるのかも、と、なんとかポジティブに気持ちを切り替えることができました。そのため、ステロイドの増量はせず、前回同様の 5mg のままで次の1ヶ月を過ごすことに。私の体調はというと、相変わらず太ももを中心とした筋肉痛はあるし、普通に生活していても元気だった頃のようにはいきません。気を抜いて歩いていると、太ももの筋力が落ちているせいで足が上がっていなくて、地面にスニーカーの底がズズって引っかかっちゃうんですよね。だから、普通に歩いてる時でさえ、心の中で、足を上げる、足を上げる、ってつぶやきながら歩いていました。またいつかヒールを履いて街をカツカツと歩ける日が来るといいな。そんな未来を夢見ながら、私の戦いはまだまだ続きます。というわけで、卵巣脳腫を取るという私の人生初の大実験。術後約2週間の時点では、数値は横ばい。効果が出るには数ヶ月のタイムラグが必要という、ちょっとじらすような結果となりました。でも、よくよく考えてみたら、筋炎の治療を始めた時もそうだったんですよね。薬を飲んだ次の日にすぐにストンと数値が下がるわけじゃなくて、何ヶ月もかけてゆっくり落ち着いて、職場復帰できるまでに8ヶ月もかかったんです。だから、今回も取った瞬間に魔法みたいに良くなるわけじゃない。やっぱり筋炎って焦らず気長に構えて様子を見る病気なんだなぁとしみじみ実感しました。主治医の先生が言っていた 2,3 ヶ月後、私の筋炎にどんな変化が訪れるのか、その気になるその後の経過については次回の動画でお話ししますね。それではよかったらまた見に来てくださいね。